皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ロシアにおいて5月9日、対ドイツ戦戦勝記念日パレードが行われました。この催しにおいて、プーチン大統領が演説を行ったのですが、その内容を見るに、どうやらロシアは、今後の過ちというものを結局修正できずに、まだまだダメな軍隊として戦いを続けるということが見えてきました。今回はそのことについて解説を行っていきます。プーチン大統領の演説で最も大事なのは何かといえば、戦争はこれからも続くし、まだまだ終わらないよというこの部分についてだけ理解できれば、私はそれで問題ないかなと思っています。細かな話をすれば、戦争宣言をするのではないかとイギリスが指摘していたわけですが、これはプーチン大統領は行いませんでした。ただしこれは指摘されていたからやりづらくなったといったこともあるかもしれませんし、この場において戦争宣言することがプーチン大統領にとっては政治的な失点になるかもしれないとロシア側で考えた可能性があります。それは特別軍事作戦として行っていた戦いというものがうまくいっていないから戦争段階へと突入するんでしょというこの論理というものを否定するのが少し難しい状況だからです。というのもプーチン大統領が演説で述べていましたが、基本的には親ロシア派住民を守るため、そして NATO の勢力拡大によってロシアの安全保障が脅かされているといった具合にして、あくまでもロシアは被害者であり、その被害者が自分たちの権利を守るために特別な軍事作戦を行っているに過ぎないというこの論理に基づいた実際の行動として成果がはっきりと出ていない。これがまさにプーチン大統領にとって痛手なのです。そもそも論でウクライナ東部における戦いでドンバス地方はロシア軍の手に落ちてはいません。現在でもウクライナ軍の前線によって東部2州は持ちこたえている状態です。しかもドンバスの戦いに何とか勝とうとして南進するロシア軍のその後ろ、ウクライナ第2の都市ハルキウにおいては反攻作戦が行われ、ロシア軍を40キロ程度押し戻したといったことからドンバスの戦いにかなり影響を与えていると思われます。他にもプーチン大統領は今回の演説において戦争宣言をしなかったために本格的な動員をかけられないといったことが明らかになっています。この影響というものは基本的には今後の戦いを左右することとなります。ロシア軍は力押しに力押しを重ねた状態ですから、戦死者負傷者が大量に出ている状態です。そのような穴を埋めようと思えば当然のように新兵をどんどんとつぎ込まなければならないわけですが、そのような措置というものが政治的には行われていないわけです。つまり今後はどんどんとロシア軍の質は下がっていくこととなります。しかも戦争宣言をしなかったために現在のロシア軍では手続き上においては契約兵が自ら名乗り出て戦いに参加しないということが一応は法律上は認められています。さらに現在は戦争状態ではないわけですから、正式な手続きを踏めばロシア国外へと脱出することが可能です。ロシア政府直轄のプロパガンダに満ちた放送以外のところでインターネット情報などに触れている人たちは、今後もしも戦争宣言すれば出国できなくなるかもしれない、強制的に徴兵されるかもしれないといったことで、多くの人々がロシア国外へと脱出しています。一部報道によれば国外へ脱出した人々の数はすでに300万人以上を超えているのではないか、そのような話も出ています。特別軍事作戦という名の戦いがずっと続いていけば、それに伴って戦死者が地元へ戻り、そして身近なところで誰かが亡くなったという話を聞けば、自分がいつか徴兵されて戦場に送り込まれてしまうかもしれないと考えて、今出ていない人たちも今後は国外脱出を図る可能性があります。その他、軍事パレードにおいては今回戦闘機等の飛行は悪天候を理由として中止されました。そのため陸軍の兵器の中から目立ったものについてのコメントなどがインターネット上では見られました。その中では軍事パレード専用と揶揄されているロシア軍の最新戦車 T14 アルマータの姿があります。ただしこの点について言っても少し注目すべきコメントなどがインターネット上では出ています。ミリタリーオタクの中ではこの T14 の形が以前と比べて変わっていることが指摘されています。それは2014年クリミア半島併合以後においてロシアは軍事技術品に関する経済制裁を受けています。そのため開発が終わったのに T14 は量産されない状態でずっとここまで来ました。
そのために T14 は最新型戦車でありながら実際には実戦配備されないままになっています。しかし今回の仕様変更を見た人たちの中にはこうした経済制裁をある程度迂回する形でスペックダウンして T14 の量産型仕様を作ってきたのではないかといったことが指摘されています。ただしそれはあくまでも2014年以後に行われた制裁を回避するための仕様であり、今回のウクライナ本格侵攻に伴うより厳しい経済制裁下ではもはやこの T14 は永遠のパレード用兵器となるかもしれません。ちなみにこの一つ前の T90 は若干ながら生産されていて、今回のウクライナ侵攻に際しては20両が実戦配備されたと言われています。破壊された T90 の映像、写真などが出回っていることから、ロシア軍戦車大したことないという評判がこれからも根強く残ると思います。現在最大の激戦地はウクライナ東部戦線ドンバスの戦いなわけですが、しかしこの戦線における戦いというのはどちらかというと膠着している状態で、ハルキウ周辺におけるウクライナ軍の反攻以外はあまり大きな動きがありません。一方で少し動きが目立っているのが黒海におけるウクライナ軍の反撃です。黒海の西部にスネーク島があります。この島は開戦初期においてロシア軍に占領されたのですが、黒海艦隊機関モスクワの撃沈以降においてはこの海域における制空権というものが維持できなくなり、ウクライナ軍のドローンなどが非常に活躍している状態になっています。地図で見てもらいましたが、スネーク島は黒海の西部であり、そしてウクライナ側の領土に近い場所にあります。黒海艦隊が健在であればこのように離れ小島であってもあまり問題はなかったのですが、しかし防空維持というものを担っていたモスクワが撃沈されたことにより、もはやいつでもウクライナ軍側から攻撃できるような状態になっています。そのためウクライナ軍による積極的な攻撃の映像などが公開されています。度重なる攻撃によってロシア軍はこの島を維持するために様々な物資を運び入れたり、もしくは負傷者を救出したりと船やヘリで行き来するといった場面が当然出てきます。しかし島に配置されていた対空兵器が破壊されて以降はウクライナ空軍のかなり至近距離からの空爆も受けるようになっています。おそらくは政治命令で自分たちの占領している場所を失うなと言われているのでしょう。ヘリで物資を供給しようとしてそこをさらに攻撃されるといったことも起きています。周辺海域ではウクライナ軍のドローンによる攻撃によって小型艦艇などが次々と撃沈されることになっています。このようにして黒海における力関係がウクライナ側軍に傾くことによって一つ大きな目標をウクライナ軍側は発表しています。それはこれまでウクライナ側のインフラ施設が徹底的に破壊攻撃を受けてきたわけですが、これから先自分たちの方に力がついてくればロシア軍側のインフラであるクリミア大橋を自分たちは攻撃すると予告しています。クリミア大橋はロシア側から直接渡れる非常に重要な自動車道と鉄道橋があるところで、これが破壊されれば人の行き来そして物の流通にかなり大きな影響を与えることができます。現在のところウクライナ軍側にはこのような長距離攻撃でクリミア大橋を破壊するだけのものはありません。しかし今後においては欧米各国から例えば空対地の長距離ミサイルなどが提供されるかもしれないし、クリミア大橋を狙ってくるといったことも見えてくるわけです。このように今すぐはできないけれど、なぜそのような話をするかといえば、それはウクライナ軍側の方が優勢になればなるほどそのような攻撃が行われるかもしれないということがロシア軍側の懸念として高まり、そのために黒海における逐次戦力の投入といったことを引き出すことができているわけです。例えばどうせ攻撃されないと思えばもうロシア軍の艦艇などはセバストポリ港で立てこもるといったこともできるわけです。しかし黒海においてウクライナ軍が自由に動けるような状態になってしまえばクリミア大橋が狙われてしまうかもしれないなと思えば、黒海におけるロシア軍の力を維持するためにもこの海域に船を出し続けなければならないわけです。しかしそれはロシア軍にとって少しずつ船を失っていくことにつながっていくでしょう。今後のロシア側の予定としては、プーチン大統領ががんの手術のために一線を一旦退くのではないかといった話などが出ています。私はそのような意見には少し疑問を持っていて、プーチン大統領のこれまでの権力に対する執着といったものを考えると、自分が一旦病気療養したとしても自分の命令をあくまでも厳格に守らせるのではないかなと思っています。ですから
現場の状況はどんどん変わるのに、命令そのものは以前のものを継続的に実行しなければならないというかなり無茶苦茶な状態になるのではないかと思います。つまり、ロシア軍そのものは以前から受けていた命令をもとにして行動を続けるんだけど、実際の戦場はそのような古い命令で動いていては、自分たちが不利になる状況といったものもたくさん発生するはずです。しかし、そのようなクソったれみたいな作戦をやらなければならない状況といったものが、おそらくはロシア軍には続くでしょう。それはまさにロシア軍がこれまで弱かった理由であり、そしてこれからも弱い理由であり続けると思います。とにかくプーチン大統領の命令というものが絶対であり、結局のところ軍の効率的な作戦行動など望めないというのがロシア軍の最大の欠陥だと言えます。そしてロシア側がそのような予定なのに対してウクライナ側はすでに大きな反攻作戦を行うよといったことを予告しています。この点について言えばかなりロシア側を動揺させる、もしくはどう打って出てくるかといったことを考えさせるという意味でも揺さぶっているのだと思います。実際のところ何日に反攻作戦を行うようなどということを言ったとしても、実際の作戦行動としてはそれを前であったりその後であったり、もしくは A という場所を狙うと言っていて B という場所を攻めるといった具合にして、そのあたりはかなり騙し合いみたいなものが行われるはずです。そのような駆け引きといったものが行われている時に、プーチン大統領がもしも病気療養のためにまともな指揮が取れないような状況であれば、当然のようにロシア軍にとっては大きなピンチに陥ることでしょう。これまでの戦いの推移といったものを見ていくと、そのような一瞬ありえないと思えるような展開にももしかしたらなってくれるかもしれないと思えるほど、ロシア軍の動きというものはこれまではずさんでしたし、これからもそのような自滅的なことにもなりかねないと私は思っています。というわけで今回のお話はここまでです。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録をしていってください。それでは動画を見終わった後には高評価のボタンチェックなどもぜひともよろしくお願いします。それでは次の動画でまとめにかかりましょう。またね。